これは、DIY サンドイッチ。いいこれ。手巻き自分でやってねっていう。そういうことなんだ。あるランチタイムに大事にが食べてたんですけど、主人がそれをサンドイッチにしちゃったっていう。うわ卵サンドに見えるけど、これカップヌードルなんですね。そうじゃあどうでしょう。なんかでもダブルでガブッといってるな。炭水化物旦那さんがすごいな。MC の豆助です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回ですね、初登場の方がいらっしゃいます。ロシアのサハリン在住のレフコフスカヤ・アンナさんです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ねえ、サハリンというとロシアのどの辺になるんですか？北海道の北にありまして、北海道から45キロだけで離れてますね。近い。まあ番組のお約束なんですけど、本当にね、そこはロシアのサハリンなのかと。まあ私ね、疑り深いんで、ちょっとね、アンナさんに近所の動画撮ってきていただいたということで見てみましょうか。はい。これから家を出て、家の周りの風景を見せたいと思います。じゃあ、家を出ましょう。お。すごい雪。今日の気温はマイナス16度です。マイナス16度というのは、まあ、寒いですけど、こちらにとってそんなに寒くないです。そうなんだ。今さらっとマイナス16度って言ったんですけど、そんなに寒くないんですか？もっと低く下がりますので、30度まで下がりますので、16度はまだまだ大丈夫です。もうなんかサハリンの北に行くともっと寒い時があります。40度までとか44度まで下がります。子供の頃、モービルワンっていうね、エンジンオイルの CM でバナナで、マイナス40度の世界はバナナで釘が打てるっていう CM 昔やってましたけど。そうですね。車は途中で止まる場合があります。もし寒い時に、車はなんか途中で寒さで、急に止まる。ちょっとサハリンの北で働いてた時、ちょっと聞いたことがあります。運転手から。鼻水とか凍っちゃうんですよね、きっとね。まあ、そうですよね。凍ってしまいます。鼻水凍るよね。涙を流すと涙も凍ってしまいます。そうだよね。マイナス30度の世界ってなんていうの？熊の毛皮とか着ないともう寒くて歩けないんじゃないかと思っちゃうんだけど。昔は毛皮のコートを、まあほとんどみんな着てましたけど、今はちょっとなんかテクノロジー、ダウンのジャケットがあれば別にいいって感じ？はい。へえ、そうなんだ。ちなみにね、今アンナさんは普段どんなお仕事されてるんですか？ね、私は今観光の関係で仕事してますね。うちの会社は、なんか、日本からお客さんを受けてました。たくさん受けてました。サハリンだけではなくて、極東ですね。ブラジルとか、ハバルスクとかでも、日本のお客さんを受けました。なんかね、サハリンのちょっと動画もあるということなんで、はい、こちら見てみましょうか。はい。すごい。素敵。へー。すごい。さっきのこれ夏場30度からは想像ができない。工場跡地みたいな。から。
ああ、カニか。なるほど。行ってみたい。なんとなく。はい。街の中にはスキー場がありまして、使いやすいですね。とても近くて。そうなんだ。街の中にあるんだ。街の中ね。なんかちょっと街は山に囲まれてますので、2つの山にこのスキー場がありまして、市民にも使われてます。あとですね、そばの実ですか。そちらもなんか販売されてるという話で。アマゾンでそばの実を売ってますね。そばの実は、とても、ですね、体にいいです。日本人はそばでなんか麺を作ってますね。で、麺の形で。日本だとやっぱそばの麺として食べますけど、どういう食べ方されるんですか？ロシア人をして茹でてからそのまま食べます。作り方はご飯のお米の、作り方に近いですね。似てます。で、炊飯器を使って、そして、そばの実も、炊飯器で、炊飯器で作ってます。これ美味しそうですね。あ、本当にもうお米代わりですね。ね、ご飯と混ざってるんですか？これはそば。こういうような作り方もあります。私も時々お米は少なすぎると、そばの実と混ぜて作ります。混ぜて一緒に炊いて。ほんと雑穀米みたいな感じでね。いや、本当にね、血圧低下とかにもいいようなんでね、皆さんぜひ食べてみてください。はい、ということでですね、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだ。わーん。わーん。今回のテーマはこちらです。私のランチアイディア。まだまだ世界的にもですね、コロナ禍で自宅でランチする機会も多いと思います。そこでですね、今日は簡単にできるランチのアイデアを皆さんにご紹介いただきたいと思います。まずはひろこさん、あなたのランチアイデア教えてください。まず私がよく作るランチは、トルティーヤです。トルティーヤってなんかメキシコの料理とかですかって思われると思うんですけども、トルティーヤってスパニッシュオムレツとかスペインオムレツって言われるのがこちらでいうトルティーヤになります。はい。動画がありますのでご覧ください。材料は卵、松の実、レーズン、カットベーコン、たっぷりほうれん草です。まずは油を引いて、これ21、2センチのフライパンで卵。ひろこさん結構これ普段から作るんですか？作りますね。週1回は作ります。結構作るんですね。週1で。全部にね、お肉も入ってるし、ほうれん草も入ってるから、子供にもうちょうどいいんですよね。野菜も取れるし。なるほど。なったら一度お皿に開けます。なーっとさせます。ほうれん草がしんなりしてるので、卵の中に入れて、先ほどのベーコン、松の実、レーズンを炒めたものをこの中に入れます。そしてもう一度油をしっかり引いて、これで蓋をして待ちます。美味しそうです。これをひっくり返します。パカッと蓋をして勢いよく煮込む。で、これをここにフライパンにまたこういう感じで戻します。またあれで完成じゃないんだ。両面焼かないといけないので。うわー、めっちゃ美味しそうだな。美味しそうですね。食べてみたいですね。
おー美味しいですよ。すみません、最初のハーブは何のハーブでしたか？私はちょっと見えてなかったです、ね。後で後で言いますんで。おあ、はいはい。はいはいはい美味しそうですはいはい。美味しい。ああ、素晴らしい。素晴らしい。ね、なんかあれちっちゃく切ったらタパスみたいな感じで本当出てきそうな。そうなんですよ。まさに、うんパンの上にそのトルティーヤ切ったのをうん。置いてタパスっていうか、ありますよ。アンナさんいかがでした？自分で作ってみたくなりました。ねとっても簡か単。き混ぜてだってフライパンでひっくり返すから僕でもできるなと思って。いやてっきりなんかオムレツっていうとこうフライパンを返すテクニックとかが必要なのかなと思ったんだけど、あれだってもう入れたらもうあと皿でひっくり返してもう一回両面焼けばいいだけですもんね。そうです。そうそう。ただあれフライパンちっちゃかったから21センチぐらいの直径だったからいいんだけども、時々私直径30センチので作ることが稀にあるから、そうすると卵もね、やっぱり8個とか使うし具も多くなるから相当力入れてやらないと、やんないとやばいです。崩れちゃう。そうなんだ。ね、あみさんいかがでした今の見て。美味しそう。そうそう、なんかタパスとかね、タパスバーとか行ったら、今おっしゃったように、パンの上に乗っけて、爪楊枝でこう、ね、そう固定されて、こう、ダーッと並んでるのが目に浮かぶ。まさにそれ。ね、あと松の実とか入れるんですか？ほうれん草とレーズンっていうのは、義理のお母さん、彼のお母さんがいつもやってる。そういうレシピで。それを、私もやってた。美味しいですね、思って。ぜひ作ってください。本当に中身は、私はいつもほうれん草、ベーコン、レーズン、松の実のパターンだけども、時々中をズッキーニにしたり、絶対美味しい。ナスにしたり、アーティチョークにしたり、なるほど。美味しいし、簡単だし。ぜひ。いや、これいいんじゃないですか。後ろにアーティチョークがあったでしょ。あれすごい気になってた。後でいじるよ。ちょっと待って、後でいじるよ。ちょっと我慢して。さすがあゆみさん。ごめんなさい。さすが見るとこ間違い。アンナさん、先ほどね、なんか食材気になってたの、ね、ほうれん草の。ほうれん草でしたか？ほうれん草だったんです。そう。はい、ありがとうございます。作ってみます。とりあえず、あゆみさんとね、アンナさんとメモしてくれる主婦の方が来てくれたんでね、中にはメモしない方もいらっしゃる。ようやくなんか、料理好きの主婦がなんか集まったなっていう感じが、良かったです。たまによその方を見てる人がいるんでね、良かったです。はい、じゃあありがとうございました。続いてあゆみさん、あなたのランチアイデア教えてください。はい、私のランチアイデアはサンドイッチです。イギリスっぽいですね。一言でサンドイッチって言うと、なんかサンドイッチみたいな感じかもしれないんですけど、いろんなパン使ったり、いろんな中身。もうハンバーガーみたいなんですけど、これ。こんな風にあったかいサンドイッチ。これはちょっとバーガーのバンを使ってるので、どっちか言うとバーガーに見えるかもしれないですけど、こんな風にあったかい中身を入れたりとか。はい。これは朝ごはんというか、ブランチサンドイッチみたいな感じかな。この黒いやつはあれですか？ブラックプディングというやつでしたっけ？そう。あれは例のブラックプディングで、うちのソーセージ。これだ。私は初めて見ました。ブラックプディングだという言葉を初めて聞きました。ソーセージっていう考え方ですかね。豚の血のソーセージ。血のソーセージですか？そうです。血。わかってます。今わかりました。わかりました。解決しました。ロシアでもあります？
売ってます。あります、あります。あでもーちょっと、白っぽい、なんかちょっとところが見えてますけど、それは油ですね。はい、そうです。ロシアの地のソーセージだと、まあ、このような油は見えてないような気がしてますけど。そうなんですか。でもちょっとあるんですね。やっぱそういう食べ物が。これが、DIY サンドイッチ。いい、これ。手巻き自分でやってねっていう。そういうことなんだ。うわ、これまたすごいね。これめちゃくちゃ楽じゃないですか。そうなんですよ。もう、ほら、ロックダウンの時とか、毎食作らなあかんでしょ、ずっと家におったら。もう、めんどくさくなって。これすごいな。でやってくれ。で、自分の好きなのだけ挟めばいいんだもんね。そうそうそう。そして好きな、紫玉ねぎもちょっと入れて、シャキシャキ感もありながら。これいいですね。ね、日本だと手巻き寿司ってあるけど、ね、それのサンドイッチバージョンって。そのイメージ。このアイディアどこから持ってきたんですか？ふと、もうめんどくさい。気づいたの？そう、自分でもやってっていう。ひろこさんどうですかこれ？いい、これ本当手巻き寿司っぽくて、楽しめるし、楽しみながら、準備も簡単だし、食べる方も楽しいし、もう一石二鳥じゃない？だって、パーティーとかやったら、やるときもあれやっちゃえばいいんですよ、だって。すごくね、楽しいし、豪華に見える。豪華に見えますよね。いや、これめちゃくちゃ頭いいなと思って、ちょっと感動するぐらいの、これいいよな、絶対。私もやります、これ、やりたい。ね、いいですよね。子供たち絶対喜びますよ、だって。やりたい、やらせていただきます。これはまたなんかキュウリ。かわいい。これはライトですね。体にいいですね。そっか。もうパンじゃなくてそのまま野菜もね、具材乗っけてそのまま食べちゃう感じなんですね。はいはいはい。これはカップヌードルじゃないですか？シーフードカップヌードルじゃないですか？これは何ですか？そうなんですよ。これ日本で買ってきて、大事に取っておいてね。あるランチタイムに大事に食べてたんですけど、横でイギリスの主人が、それをサンドイッチにしちゃったっていう。これなんか一瞬卵に見えるけど、卵じゃない。卵サンドに見えるけど、これカップヌードルなんですね。じゃあどうでしょう？ダブルでガブッといってるな。炭水化物がすごいな。一気に炭水化物。これ旦那さんたまたまひらめいちゃったのこれは。こっちの人普通にしてるんですよ、こんな風に。そうなの？そうなの？ホットヌードルってあるでしょ？あれスーパーで売ってるやつあるでしょ？よくなんかサンドイッチに入れてね。普通に食べてる。本当？わあ、なんかちょっとこれは。ショックでしょ。って感じだね。言葉飲み込んだけど、これはやらないっていうことだよね。でもね、日本でもほら、焼きそばサンドってあるでしょ。それをしてある焼きそばパン。感覚的にはああいう感じなんだ。ちょっとアンナさん、今ずっと睨んでましたけど、真似したいとは思いました。まあ、子供に教えます。こういう嫌な。自分は食べないけどね。はい、じゃあ、あゆみさん、ありがとうございました。はい。